皆さんは普段の飲み物ってどうしていますか？朝コンビニによって水やお茶を買う。職場に着く前に1本。帰りにもう1本。これ、当たり前になっている人も多いと思うんですが、もしかしたら年間で最大20万円以上を失っているかもしれません。こんにちは、ゆりやめチャンネルです。今回は僕自身も合計60万円貯金が増えた、お金が貯まるようになった飲み物を外で買わない習慣を紹介します。まず、なんで飲み物で年間最大20万円以上を失っていることになるのかを話します。例えば、1本150円の飲み物を週7日間買うとします。150円 ×7 日間 ×4 週間で月に4200円になります。これを1年間続けると5万400円です。でも最近よく1日2リットルの水分を取ろうって言われますよね。じゃあそれを毎日ペットボトルで買っていたらどうなるかを計算してみたんです。1本150円、2リッター飲もうと思ったら4本で600円。これを1年間続けるとなんと21万9000円にもなるんですよ。どうでしょうか？この数字かなり大きくないですか？僕も以前はそうでした。毎朝毎晩コンビニで水を買って、そのついでにご飯やお菓子とか缶コーヒー持って流れ、忙しい時ほどまあいいかって感じで買っていたんです。あとは自動販売機で買うことも多かったですね。そこで対策として思い切って水筒を持ち歩く生活に変えてみました。最初に2000円くらいの水筒を買って、家でお茶や水を入れて持っていくだけ。めんどくさいって思うかもしれないけれども、慣れるとめっちゃ楽です。具体的な次の内容を行います。朝に詰めるだけ。中身は白湯、麦茶、水だけでも OK。冬は暖かい、夏は氷入りにもできる。水筒を2つ用意すれば水とコーヒーが用意できる。実際水筒を使い始めてから節約はもちろん、コンビニにも寄らないから無駄遣いも激減。ゴミも出ないしエコな感じもします。むしろ逆に買うのがもったいないっていう気持ちになっていきました。あと意外なのが、水筒を会社に持っていくだけで支度ができるちょっとしっかりした人って見られやすくなります。でもやっぱりめんどくさいって思いますか？確かにデメリットとして、準備や洗うのに3分かかったら年間約18時間のロス時間になります。でも実はメリットとして約21万円浮くことになるので、これを時給で計算してみるとなんと1万1000円になります。これなら手間に見合うだけの対価が十分にあるって思いますよね。飲み物を外で買わない習慣、いかがでしたか？僕の場合は今回の内容だけでなんと年間約10万円、6年間で60万円ほどの節約になりました。水を買うのが悪いってわけじゃありません。ただ納得して買っているのか、それとも気づかずに習慣で買ってしまっているのか、明日からの1本選ぶのは自分自身です。もし変えてみようと思ったら、ぜひ水筒生活を始めてみてください。それでは今後もこのような動画を投稿していきますので、いいなと思ったらいいねやチャンネル登録してくれると嬉しいです。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。